何このニュース。自動車ディーラーが下請け事業者に2808台の車を無償で運ばせてた。公正取引委員会から勧告を受けたって。勧告21件で過去最多、指導は8230件。うちだってサプライヤーに完成品をここまで届けてねって普通に言ってるけど、これ大丈夫なのかな。おはよう。何朝からそんな渋い顔して。拓也さん、おはようございます。このニュース見てたんですけど、自動車ディーラーが勧告を受けたって、下請け事業者に無償で車を運ばせてたらしいんですよ。ああ、その件ね。俺もさっきコンビニで日経の見出し見てゾワッときたよ。ゾワッと？同じ構造の取引を業界の常識だからってスルーしてる会社山ほどあるだろうなって。しかもな、あかりさん、2026年1月1日から法律自体が変わってるの知ってる？下請け法が変わったんですか？名前からして変わった。今は取引法、正式名称は中小受託取引適正化法。適用範囲がぐっと広がって、手形払いも原則禁止、一方的に代金を決めるのもアウトだ。それに違反してたら、うちも勧告を受けるってことですか？可能性はある。だから今日はさ、現場で知らずにやりがちな NG パターンを1個ずつ潰していこうか。知ってれば避けられるんだから。はい。ただな、一つ言っておくと、経験が長い人ほどハマりやすい落とし穴がある。10年の経験は裏を返せば10年分の慣習バイアスでもあるってことだ。業界では昔からこうやってるが、そのまま違反の温床になる。まず一つ目、無償役務。無償役務。聞くだけで嫌な予感がするんですけど。本来は対価が発生する仕事、運搬、保管、検査、梱包、これをタダでやらせること。不当な経済上の利益の提供要請に分類される。さっきのニュースがまさにこれだ。2808台を無償で運搬。それだけじゃない。ある自動車部品関連の会社が勧告を受けてる。下請け事業者に664個の金型を無償で保管させてたんだよ。600？その保管コストをサプライヤーが全部かぶってたってことですか？そういうこと。金型はうちの財産だから預かっておいて。一言で終了。保管料の話は一度も出なかった。うちもサプライヤーに事具を預けっぱなしにしてるかもです。保管料の話って私は多分一度もしてないです。大丈夫。金型の保管に目をつけられ始めてからうちはとっくに対応済みだ。かなり古い器具をいつか再発注あるかもしれないからって預けたままになってた。今思えば冷や汗もんだよ。高谷さんでも？だからこそ言ってるんだよ。念のため担当部品をセルフチェックしてみな。サプライヤーに完成品を届けてねって言ってるのに運搬費を払ってないケースはないか。検品の立ち会いや技術支援を無償でお願いしてないか。2つ目、支払い遅延。支払い遅れですか？うちの経理はしっかりしてるし、それはないんじゃないかなって思うんですけど。令和6年度のコートリーのデータ。実態規定違反7177件のうち 57%、4094件が支払い遅延だ。ぶっちぎりの位置。半分以上が支払い遅れ？で、これが厄介なのはな、現場の悪意とは関係なく発生すること。研修処理が追いつかないとか、書類を紛失したとか、承認フローに時間がかかったとか。先月ある部品の研修が立て込んで現場の処理が3日遅れたんです。経理に期限通りの支払いをお願いしましたけど。受領した日から60日以内。これが支払い期限だ。3日のズレがたまたま60日をまたいだらはい違反。1件でも遅れれば違反は違反。金額の大小は関係ない。金額が少なければ見逃してもらえるってことはないんですか？ない。コートリーは年間で親事業者9万名、下請け事業者33万名、合計42万名を対象に定期調査してる。このサンプル数を見ればわかるだろう。42万名。じゃあ全サプライヤーへの支払い条件を一覧にして60日超えがないかチェックしないとまずいですよね。いい気づきだね。まさにそれが最初の一手だ。あと、手形払いが残ってるなら現金振込への切り替えスケジュールも決める。改正で手形払いも原則禁止になったからな。高谷さん、正直もう3以降聞くのが怖いです。ほら、カフェイン入れて。
ありがとうございます。よし、行きます。3つ目、不当な返品。返品って品質管理の一環ですよね。不良品なら当然返すものだと思うんですけど。返品自体は問題じゃない。問題になるのは根拠が曖昧な返品だ。ある自動車部品関連の会社の事例だけど、納品時に品質検査をしてないのに後から不良品だったって返品してた。検査してないのに不良品扱い、それはさすがにまずいですよね。個人的にはな、ここが一番怖いと思ってる。一番ですか？俺が前に関わったプロジェクトでさ、不良品の定義がチーム内でバラバラだったことがある。色味のズレは不良なのか、寸法の誤差プラスマイナス 0.1mm はどうか、機能に問題がないけど外観が微妙、これは OK なのか NG なのか。それわかります。私も先輩にこれってセーフですかねって聞いたら、人によって答えが違ったことあります。だろう。返品を合法にするには3つの条件がいる。1つ、取り交わす使用書に検査基準を明記する。色、寸法、機能の許容範囲をちゃんと数字で決めること。2つ、返品期限を設定する。3つ、すべての返品に返品表を発行して理由を個別具体的に残す。メモでもうメモ帳パンパンなんですけど。まだ3つ目だぞ。4つ目、仕様変更時の追加費用の踏み倒し。踏み倒し、穏やかじゃないですね。これ業界的にはかなり多いパターンなんだ。例えば試作品ができた後に、ちょっとここの寸法を変えたいんだけど代金はそのままでいけるってサプライヤーにお願いしちゃうケース。あかりさんも他社の人からそういう話を聞いたことない？あります。小さい変更だからって追加費用を出さないまま進めてしまったって話を聞いてヒヤッとしました。うちでは仕様変更のたびに見積もりを取り直すルールがあるので大丈夫ですけど、ルールがなかったら正直やってしまいそうな場面は想像できます。そう、そのルールがなかったらやってしまいそうってところがくせ者なんだよ。金型の修正、材料の変更、納期の前倒し、それぞれに工数がかかってる。サプライヤー側も取引関係を考えて、まあいいですよと言ってしまう。でもそのまあいいかで積もった分は全部サプライヤーの持ち出しだ。去年11月に勧告を受けた出版関連の会社の事例がある。雑誌のライターやカメラマンの報酬を最大 39.4% 一方的に引き下げてた。差額は合計約590万円。 39.4%、4割近くですか？理由は業界全体の構造変化に対応するためだって。でも会社としてはやむを得ない事情があったんじゃ。コートリーは認めなかった。親事業者の経営事情は代金引き下げの正当な理由にはならない。これは明確な判断基準だ。取引法の改正で協議に応じない一方的な代金決定が明確に禁止された。つまり急な設計変更が入ったらどんなに小さくても見積もりを取る。見積もりが承認されるまで変更作業を開始しない。変更指示は必ず書面で残す。口頭指示じゃダメですか？言った言わないは万が一の時一番弱い証拠だよ。ラスト5つ目、ここが一番金額のインパクトがでかい。何ですか？協力金や割戻し金という名前をつけた不当減額。その協力金、反則費とか品質向上費とかそういう名目のやつですか？まさにそれ。今年の2月、ある大手家電量販の会社が勧告を受けた。約50社の下請け事業者に対して販売支援金の名目で計約5億5000万円を不当に差し引いてたんだよ。5億5000万円？まだあるぞ。去年3月、大手自動車メーカーの1社が勧告を受けた事例。36社に対して約30億2000万円の不当減額が認定された。名目は割戻し金。過去最高額だ。30億、その数字間違いじゃないですよね？間違いじゃないよ。協力金って名前をつけてれば大丈夫ってわけじゃないんですね。その通り。特に危ないのは売上に対して自動的に何%を差し引くパターンだな。自社の全減額名目をリスト化して支払い根拠があるか確認しないとですね。そういうことだ。高谷さん、5つの NG は理解しました。でも正直量が多すぎて何から手をつけていいかわからなくなりました。だろうな。
だから全部いっぺんにやろうとしなくていい。今日やれる3つに絞ろう。1つ目、支払い条件リストの作成。全サプライヤーへの支払いサイクルを一覧にして60日を超えてる取引がないか確認する。手形払いが残ってたら切り替えスケジュールも入れる。システムからデータを抜けば30分くらいでざっくり一覧は作れそうです。2つ目、無償役務リストの作成。サプライヤー負担になってる運搬、保管、検査を全部書き出す。発注書を1件ずつ確認しないとダメですかね。いや、まず主要なサプライヤー10社から始めれば十分だ。完璧を狙うと手が止まる。まず10社。なるほど。3つ目、契約書テンプレートの確認。運搬費、返品基準、仕様変更時の追加費用、これが明記されてるかチェック。入ってなかったらホームに相談して改定だ。3つ。コーヒー1杯分の時間で自社のリスクの全体像が見えてきそうですね。30分で全部解決するわけじゃないけど、30分で何がまずいかは見える。そこが出発点だよ。高谷さん、正直今朝まではうちは問題ないって思ってました。でもいくつか心当たりがあります。俺だって昔は気づいてなかった。経験が長いほど慣習バイアスってあるからな。今日知ったから今日から動きます。まず支払い条件リストから作りますね。皆さんもセルフチェックぜひやってみてください。参考になったら高評価&チャンネル登録お願いします。それが次回の燃料だ。じゃあな。また次回。